皆さんこんにちは。看護師のしきです。最近よく看護師になる上で専門学校卒と大卒で違いがあるのという質問や給料に差はあると聞かれることが多いので、今回は専門卒と大卒に違いがあるかや給料の差、大学に行くメリットについてお話ししますね。まず専門卒と大卒で違いがあるかについてお話しますね。私は大学とあとさらに大学院を卒業しているんですけど、実際働いてみて差は感じることはまずないです。働いていてそもそも大学卒とか専門卒とかそういうのはわからないですし、休憩室でみんなでお話ししている時にそういう話題になるとどこ出身っていうお話はしますけど、だからといって別に皆さん特にないですよ。なのでそこで話題になるぐらいですね。で、今回動画を作るにあたって私の看護師友達などに調査をしてきたところ、先輩に初めてのことなのに、大卒だからすぐできるでしょとか、大卒は即戦力にならないって言われたことがあるっていう人がいました。そういうお話を聞いて思い出したことがあって、私新人看護師の時にアンプルカットってわかりますか？中に薬が入っていてパキッと割って薬を吸うんですね。そのパキッと割るなんですけど、最初はどのぐらい力を入れたらいいんだろうとか、持ってて潰れないかなとか結構緊張して、でアンプルカットって失敗すると手を切っちゃったりするんですね。で最初は私も指を切っちゃいました。その時にちょっと怖い先輩から「大学院に入ったのにアンプルカットもできないの？」って言われたことはありました。大学院っていうのは研究をする場なので、実際看護師として働く場所とはまた違うんですね。なのでどうしてそういうこと言うのかなって悩んだことを思い出しました。私もそういう経験があったので、人によっては大卒とか専門卒とか気にする方はいるかもしれません。たまに聞くのは専門学校卒の方が実習とかが多いので即戦力だけど、大学卒の人はテキパキ動けないとか、そういうことはたまに聞きますね。ただ働き始めると学校で習ったこと以外で覚えなきゃいけないことや勉強しなきゃいけないことはたくさんあるので、どこ卒業とか関係なく自分の努力次第で何とでもなると思うんですね。なのでもし何か言われたとしても気にしないが一番だと私は思いますね。そして皆さんが気になるであろうお給料についてお話ししますね。お給料に関しては専門卒と大卒差があります。だいたい初任給で大卒の方が1万円ぐらい多くなりますね。あと昇給額でも差が出る病院はあります。でこのどのぐらい違うかっていう金額は必ず看護師の募集要項に書いてあるので、そこでチェックすることができますね。ただ大卒の方が初任給が高いっていうのは看護に関わらず一般的にあるようなんですよ。例えば大手の皆さんが知ってるような企業でも大学卒より大学院卒の方が給料がいいんです。大卒だと4年間、大学院だとプラス2年以上行くことになります。なので一般的に通った年数が長いほど初任給が高いっていうのがあるようです。なので専門卒と大卒で差は出てきてしまいますね。ただ学費に関しては専門学校の方が安いです。大学の中でも差があって、私立大よりは国立大の方が学費は安かったりしますね。なので働き始めた後の給料の他にも、働き始める時期や学費なども学校を選ぶポイントの一つとなると思います。では最後に大学に通うメリットについてお話ししますね。まず一つ目は看護以外の授業も取れるんです。大学1年生や2年生の前半まで、私の大学では一般教養といって看護に関わらずいろんな学部の授業が取れたんです。例えば法学部の先生から法律を教えてもらったり、あと第二外国語というものが選べたので、スペイン語や中国語やフランス語や韓国語、その中から一つ英語以外の外国語を学ぶことができました。私はスペイン語に挑戦してみました。韓国が好きな友達は韓国語を勉強してましたし、フランスが好きな友達はフランス語をやったりしてました。そんな感じでいろんな学部の授業を受けられたので、すごく勉強になりましたね。
この第二外国語であったり一般教養で何が勉強できるかっていうのは大学によって異なると思うので、行きたい大学があったらオープンキャンパスといって、だいたい夏ぐらいに大学の見学みたいなイベントがあるので、それにぜひ行ってみてください。そうすると大学の中に入れたりとか、あと授業がどういうものがあるのか実際その学部ごとに体験できたりしますよ。あと看護師以外の資格も取れることもメリットだと思います。私は保健師を取りました。他には選択して助産師も取れる大学でしたね。保健師や助産師になりたいと思った時に看護師と一緒に在学中に取れるっていうのはすごく良かったなと思います。保健師に関しては動画にしてみたので、ぜひお仕事気になる方は見てみてくださいね。あと大学は卒業後の進路の幅が広いと私は思ってます。例えば保健師や助産師を取った方は保健師や助産師として就職できるし、大学院に進学することができます。あと製薬会社など一般企業にも就職することができるので、私の友達は看護師にならずに他の仕事に就いた方も結構いますよ。あと実習中にすごく便利だったのは大学病院が近かったことですね。学校のロッカーで着替えて大学病院に行けたので、もし忘れ物があってもすぐにロッカーに取りに行けましたし、実習が終わった後は大学の図書館にそのまま勉強することができました。大学の敷地内に病院があったので、実習後わからない時は先生のお部屋に訪ねに行ったりとかできるのもすごく良かったなって思いますね。看護師になる上で専門学校に入るか大学に入るかっていうのは考える要素がいっぱいあると思うんですよね。学費だったりとか、あと家から通えるか、就職してからのお給料、働く時期のスタートも異なりますし、また進路に関しては家族で相談するっていうことも大事だと思うので、いろいろ調べてみてください。今は調べれば情報っていうのはたくさん得ることができる時代なので、ネットで検索してみたりとか、学校の先生に聞いてみたりとかしてみてくださいね。大学に関しては私もお答えすることができるので、もし聞きたいことがあったらぜひコメント欄に書いてくださいね。皆さんが納得いく進路を選べるように応援してますよ。それでは今日の動画は以上となります。今回の動画が役に立ったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。動画の感想やリクエストもコメント欄でお待ちしておりますよ。Twitter、Instagram もやってるのでぜひフォローしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。